こんにちは、もふもふ不動産もふです。今日は、1月3日ですね。今日1月3日なんですけれども、強烈な円高で FX でロスカット多発した問題について説明します。分かりやすく初心者 FX よくわからない人もその FX でなんでこういう事態が起こったか強制ロスカットしてマイナスになってしまった人がいる、そういったことを分かりやすく解説しています。で、自分は不動産投資家でFX も2005年ぐらいからずっとやってたんですけれども、リーマンショック後でやめました。ただ基礎的な知識は知っているので初心者に対して分かりやすくですね FX のリスクだとか、いいところもあるんですけれども、そういう危険点を、分かりやすく解説していきます。で今日は、レバレッジに注意ですね。レバレッジ、テコの原理ってことで、100円が10倍、20倍、そういう倍率をかけることのレバレッジに対しては注意ですね。あと、強制ロスカットの恐怖。あと、かけた、金額以上にマイナスになってしまう場合もあるし、あとは円とドルの価値ってどうやって決まるのかっていうことですね。あと、今回のチャートの解説っていう感じで初心者に向けて分かりやすくリスクを解説します。でFX はレバレッジかけれる、メリットでもあるんですけれども、レバレッジ、テコの原理ですね、かけれることができます。で例えば、気軽に10万円分のドルを買いましたってなると、FX 一般的には10倍のレバレッジがかけられているので、10万円買ったつもりが実は100万円分のドルを買っていることになったりしています。なので、これ気をつけないと、10万円だからいいやと思ってても実際は100万円分買ってる場合もあるし、25倍レバレッジ25倍とかあったら実は10万円分買っただけでも250万円分買ってるケースもあります。なのでまず自分がFX 始めるときはレバレッジを何倍にしてやるかですね。レバレッジかけたくなければ、例えば100万円入れて100万円分買うのはレバレッジかけてないことになるんで、そういうトレードもできます。なのでいくらそのお金を入れるかっていうことと、あといくら買うかっていうところで、レバレッジは、コントロールできますと。なので、FX 始めようとする方はまずこのレバレッジですね、実際にねかけてる、10万円で100万円だったらいいかもしれないですけども、例えばね100万円かけたら1000万円になっちゃいますし、そういう感じでね1000万円かけたら1億円になってしまうということで、そうなってくると結構人生が破綻してしまうようなレベルの金額になってしまうので、まずは要注意ですと。で、強制ロスカットってことで、例えば1ドル100円で10万円分買いましたってことで、実際はレバレッジ10倍であれば100万円分買ってることになりますと。そうなると1万ドル買ってることになりますね。でその時に、それで為替がねこうちょっと上下して、例えば一気に、90円1ドル90円までになっちゃいましたよってなったとします。そうなるとどうするかっていうと、1万ドル持ってるんでこれは90万円になっちゃいますよと。で最初、100万円分買ったのに90万円になっちゃうんで、これはマイナス10万円の損失になりますと。で最初10万円入れてたんで入れた額が全部なくなると、そういう感じで、レバレッジをかけてると、例えば、これ10%動いただけで飛んでしまうと。でも実際はその0円にならないように強制ロスカットってことでだいたい30%ぐらいですねの残金になると強制的に強制的に自動的に決済されます。なのでこの場合であれば93円になった時に7万円損した時に強制的に売られて3万円が残る感じですね。なので10万円が7万円損して3万円残ります。そういうふうに強制ロスカットって言ってお金がマイナスにならないようにな仕組みは自動的に備わってます。でこれが万能ではなくって、これを信じてしまうとかなり危険になってしまうので要注意です。仮にもし今90円になったのが85円になってしまうとどうなるかっていうと、この損失が15万円になってしまいますね。そうなると最初10万円しか入れてなかったのに15万円損失なので、もう5万円さらに支払わなきゃいけないです。借金になってしまいますということも、そういうリスクも、FX は実はあります。なので例えばこれね10万円だったらいいですけども、例えば1000万円買ってたとしたらこれがさらに、10万円の100倍が1500万マイナスになっちゃいますってことになるんですよね。なのでそういう感じに、かける金額が多いとそれだけ、リスクも高くなるんで、10万円で、15万円だ5万円だったら全然それでね死ぬってことはないと思うんですけども、1000万円かけててマイナス1500万円になっちゃいますよって、そういうことが起こりうるし実際もいっぱい起こってますと。でも強制ロスカットあるじゃないかっていう話なんですけど、それが、効かない場合が出てくる、そういうことに注意しないと、FX を、始めるにあたってリスクは承知していかなきゃいけない、危険です。どういうことかっていうと、そのドルと円ってどうやって価が決まってるかっていうと、その買いたい人と売りたい人の、差で決まってます。でこれ実は株の板なので実際は
ドル円じゃないんですけれども、イメージはこんな感じで、例えば株の場合で言うと302円で売りたい人が6800人いて、301円で買いたいっていう人が7万9000人いますっていうことで、その売りたい人と買いたい人が301円と302円のところでせめぎ合ってる感じなんですよね。で仮にもう301円でも売っちゃいたいってなると、これ全部売っちゃうと300円まで下がっちゃうし、逆に302円で買い取りたいっていうふうになるとこう上がっていくっていうことで、その売りたい人と買いたい人がいくらで買うかっていうのをもうこう競争している感じなんですよね。でそれでどんどんこうせめぎ合いです。なのでその買いたい人の量と売りたい人の量が釣り合うところで、価格が決まっていると、これ今株の例なんですけれども、為替も同じで、買いたい人と売りたい人の量が、決まってれば、ほとんどその一緒に、その比で変わっていくと。で、為替って世界中の人が触るんで、その株だといじくってる人少ないんです。出来高そんなに少ないんで簡単に動かせるんですけども、為替はかなりその買いたい人と売りたい人がものすごい多いので、簡単にはそう動かそうとしても動かせないんですよね。ただ、お正月とかになるとちょっと要注意ってことで、そのお正月はやっぱこう売買してる、そんなにドルとか円とかの需要が少なくなるので、あんまりその取引されないんですよ。取引されないんで売りたい人と買いたい人が少ないんですよね。そうなってくると、そこを狙って一気に、例えば円を売るとガコンと下がってしまって、さらに下がる、そういう感じになってしまいます。なのでここは買いたい、そのドルを買いたい人が少なかったら一気に円高に行ってしまう、そういう感じでお正月とか、ゴールデンウィークとかはかなりその相場が動きやすいですね、ドル円とかは。なので注意が必要ですっていうね、まさに今回はそこのパターンにはまってますと。で今回その一気になんで円高になったかっていうと、そのみんな日本人は、なるべくドルを買ってる人が多いんですよね。ドルの方がスワップっていう金利手数料、金利が高いんで円を売ってドルを買いますと。でドルでお金を、金利をちょっともらうみたいな、そういうことをやってる人が多いので、ドルを買ってる人が多いですと。でニュースだとアップルの決算がちょっとマイナスに下方修正とか、なんか世界経済がちょっと減速がみたいなことを言って、なるべくその、ドルを、ちょっと下がりましたと。そうなってちょっと下がったら強制決済されるんですよね。さっき言った30% ですね、30% 切ってくると強制決済されて、そのドルを売って円を買うっていう流れが加速しますと。で強制決済でロスカットされると、さらにそれでドルが売られるんで円が買われるんで円高になりますと。でさらにまたロスカット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 って言って、そのこう雪だるま式にロスカットで円が、売られて円が買われて円高になって、さらにそれでロスカットを生むって、そういう連鎖的に反応してしまうんですよね。特にその出来高が、薄い時だとみんな簡単に動かせることになっちゃいます。なので株とかだと逆差し値狩りとか言ったりとか、強制ロスカット狙ってあえて売りまくってバコンと下げて、で、買い戻してその強制決済された人の株を拾ってまたプラマイゼロにする、そういう感じに、狙われたりはよくしますね。それが、お正月とか出来高が少ない時だと、そういうこともできますと。きっかけはちょっとなんだかわからないんですけども、そういうふうに連鎖的にロスカットが今回起こってしまったっていうふうになります。他に気をつけなきゃいけないのは、さっき 30% でロスカットされますって言ったんですけれども、実際はその FX の会社によってもかなり変わってきてて、その FX のサーバーが例えばダウンしたりだとか、この時ってものすごい変動するんで、ものすごい注文が殺到するんですよね。例えば1分だからこれ1つの棒が5分を表してるんですけど、5分でこんだけ動くってことはそんだけ注文がやっぱ殺到してるんですよ。そうなってくるとサーバーが処理しきれなくなったりだとか、最悪の場合ダウンして取引ができなくなっちゃうケースも稀にありますと。そうなってしまうと、例えばここでロスカットしなきゃいけなかったのにロスカットできないですよっていう風になると、バーッと下がり続けてで、復旧した時にここでロスカットされると、そういう可能性は、すごいありますと。そういう滑るとか言ったりするんですけども、そんな感じで落ち着いたところで、ここで本当はここなのにここで決済されちゃうんで、さっき言った10万円買ったのがマイナス15万円ですね、1000万買ったのがマイナス1000万みたいな、そういう感じになる可能性は、こういう時にはあるんで、もうそのロスカットがあるから安全とは絶対思わない方がよくって、こういうのが、年に多分 1,2 回はあるんで、普通にこれ別にむちゃくちゃ下がってるように見えるんですけれども、このドル円のチャートからするとそんなにでかい暴落じゃないですね。普通の感じです。これ年に1回か2回あるんで、これぐらい
1日で4、5円動くってことは普通にあるんで、それは今、こういうふうにいろんな要因があるんですけれども、一気に動くケースがあるんで、そこを、ここにも耐えるぐらいにしないとロスカットされていきなり終わっちゃいますと。で大体下がりすぎると需要より売られすぎるんで、今度逆に、ドルが買われていってこう戻っていく、どっかで落ち着くっていう風な、大体こういうチャートを示しますね、株でも何でも。なので大体ロスカットされて売られすぎるんで戻すと、そういう感じになってるんで、どうしてもやっぱこうロスカットされてしまうとここで売っちゃって損をする、そういう感じなので要注意ですと。他にも有名なのはスイスフランショックとかで、例えば為替のスイスフランが、スイスフラン高っていうのが、高くなるんで、スイスフラン高になってたんで、スイス政府が、強制為替介入して、1.2 ユーロですかね、ここまで以下には絶対しないですよっていうふうに、言ってましたと。でこれ FX の読み物さんってところから、お借りしてきました。このサイト、ここですね、コメント詳細欄にリンク貼っておきます。でこの時も、為替介入して、一気に、スイスフラン安になったんで、それでかなりここで死んだ人もいっぱいいますと。でその後、長い間、1年か2年ぐらいずっとダラダラこう来てて、その後やっぱ為替介入やめたって言ったんですよね、スイス政府が。そしたら一気にバーって下がって、相当、ここ 30% ぐらいですよ。 1.2 から 0.9 ぐらいまで下がってるんで 30% ぐらいスイスフラン高に一気に触れましたってことで、ここで死んだ人もいっぱいいますと。なので今回の、2円3円っていうところじゃなくって、2円3円なら 2,3% ですけども、この時は2,30% 動いてますってことで、そうなるともうレバレッジかけたらほぼ飛ぶんで、現物で持ってない限りは死んでしまう感じになると思います。なので為替介入してこれでここよりこう下がらないから安心だと思ってたけれども、そういうのが撤廃されると。注意ですね。で自分も南アフリカランド持ってて、40万円分ぐらいですね、2007年とかに17円ランドぐらいで買って、でトルコリラとかでも最近死んだ人多いんですけども、そのインフレしてる利回りの高い通貨っていうのは要注意で、だいたい下がっていく傾向にあります。で僕この頃は素人だったので、2007年ぐらいに南アフリカランドが、利回り 10% ぐらいだったんですね。債券が 14,15% ぐらいあったんですね。でそれをむっちゃいい利回りじゃんと思って、複利で計算するとものすごいことになるなと思って買ったんですけど、買ってリーマンショックとともに下がりまくって、17円ぐらい買ったのが7円ぐらいになっちゃいましたと。で最後今この辺どこだか忘れたんですけど、この辺で損切りしました。7円ぐらいで。なので南アフリカランドは増えていくんですけれども、実際にそれの価値が3分の1に下がっちゃうと、トータルで見るとマイナス20万ぐらいですね、損にしちゃいますと。なのでこういう利回りが高い債券っていうのは結局そんだけリスクがあって、元本そのものが下がっていく可能性が高いですよと。で為替に関して言うと、インフレしてるので、インフレしてるってことはそんだけ通貨の価値が下がっていってるので、こんな感じでもう暴落すると。トルコリラとかも下がり続けてるんですが、あれインフレ率 10% とかでこう下がってきてるんで、そんだけ通貨の価値が年々 10% 下がっていくと、そういう感じで僕は捉えてますんで、この利回りっていうか、スワップポイント、 FX だったら、スワップポイントっていうのが金利がつくんですけれども、それ目当てで買っていくと痛い目見る可能性があります。で今後ね、その円高になるかどうかっていうのに関しては、こういう僕動画、先週ですね上げて、円高進むかどうか、インフレを考慮すると今実はものすごい円安になってますよっていうのを、分かりやすく解説して、もう1万8000人ぐらい見ていただいてますね。なのでこれ見ていただいて、もうちょっとその為替ですね、そのインフレを考慮するとどうなるのかっていうちょっと変わった切り口なんですけれども、それは結構見られてておすすめですと。まだまだ序の口で、今後は下がっていくだろうっていうふうに、考えてますが、でも実際どうなのかっていうのはよくわからないですね。難しいところですよね。今後今ガコンと下がったんですけども、さらに下がるのか、また戻して円安に行くのかっていうのはやっぱ個人個人の判断になって、誰もわからないですよ、先のことは。分かればねみんな買ってそれで大儲けできるんで、なので誰も分からないんですけども、どっちに動いても、リスクないようにドル建てで資産持ってたりとか、そのポートフォリオをですね分散して持ってる、そういう感じで、どう来ても耐えるっていう感じになしておいた方が安全かなと僕は考えてますね。なのでレバレッジかけてやるのもいいんですけれども、強制決済だとかいうふうになるんで、FX だとコツコツドカンって話があって、コツコツちょっとずつお金を儲けていっても、さっきみたいなボンと下がったところでロスカットされて死んでしまうっていうパターンがむちゃくちゃ多いですね。ほぼそのパターンですよ、死ぬパターンは。
で、下がったところでまだまだ戻すだろうと思って買い増しして、さらに傷口を広げるってパターンがやっぱ多いですね。なので自暴自棄になったりとか、精神も正常に保ってらんないですね。マイナス1000万とか2000万とかなってくると。なのでその FX ってかなりリスクが高くって、本当に夜も眠れなくなったりとか、ちょっと動いたらどうしようっていうふうに、自分も株数千万動かしてたことあるんですけども、そうなってくると結構それで精神やられるんで、そうなってちゃうと本当何のためやってるのか分かんなくなるし、最悪ねマイナスになって借金抱える可能性もあるので、そこは本当に注意して FX やってください。はい、今日は以上です。もし面白かったら、高評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録ですねしていただければ嬉しいです。あとTwitter やってますんでフォローしていただければ嬉しいです。あと LINE アット限定で不動産投資の情報とかを発信したりとかします。最後まで、ご視聴どうもありがとうございました。